こんにちは、シャチパンです。今回は TCL より55インチの液晶テレビ 55C645 をお借りしました。このモデルの最大の特徴、それは TCL の中でもコスパに優れるエントリーモデルでありながら量子ドットシートを採用しているということです。他社では上位モデルに採用されることが多いんで、もうね、それだけで十分特徴的なんですけど、このテレビの実力はいかほどか、いつものように測定器を用いて検証していきますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。それではやっていきましょう。このチャンネルではあまり取り上げてこなかった TCL というメーカー、一体何者って思われている方も多いかもしれません。テレビで言うと、実はサムスンに次ぐ世界第2位のシェアを誇る大手メーカー。ここ4年でシェアを2倍近く伸ばし、最近 LG を抜き勢いがあります。世界的にはものすごく有名ってことです。価格の割に機能が充実しているということで、世界的には若年層を中心に人気。日本では知らない方も多いかもしれませんが、量販店で見かけることも最近ではあります。身近なところで言うと、2021年パナソニックから中小型テレビの製造を任されることとなり話題になりました。日本市場への本格参入は2019年に表明、現在に至ります。さて、紹介はこのくらいにして、今回は画質、便利機能、録画、背面端子、価格、気になったところ、総評という流れでご紹介していきます。まずは画質について。今回ご紹介する55型のパネルはコントラストの数字的に VA パネル。コントラストには優れますが、肌色で確認するのが一般的な視野角は斜めから見るとやや白っぽくなるでしょうか。パネルの表面加工は反射がこのようにぼけるハーフグレアタイプ。黒表現は外光反射で白っぽくなりますが、コストは安くでき、鏡のような映り込みが嫌な方はこちらの方が良いでしょうか。画質はやや明るめで派手めなテイスト。地デジ、4K 映像、ゲーム映像などをきれいに映し出します。エントリーモデルでは珍しい量子ドットシートを採用しているのが最大の特徴で、原理的に色表現に優れます。実測してみると、波形のスペクトラム的にはこんな感じ。この波形はテレビメーカーのホームページなどでも紹介されていることも多いので、見たことがある方も多いかと思いますが、色表現が優れているものは従来の液晶特性に対し赤、緑、青の基準光が鋭く立ち上がっており、混色が少ないことが特徴です。混色が少ないので色の表現が優れているということです。ただ波形的には量子ドットの特徴的な波形と比較すると、過去上位液晶などで採用された青色 LED に緑、赤の蛍光体を組み合わせた高炎色性の液晶テレビの特性に近いでしょうか。そのため BT2020 のカラーカバレッジも約 64%。過去シャチパンが測定してきた量子ドット採用テレビと比較してしまうと控えめな数値です。ただ、エントリークラスのモデルでここまでの色表現スペックを持ったテレビは知っている限りではなく、同ランクのモデルと比較すると10から 20% 程度色表現に優れるでしょう。本機の明るさは最大設定で400ニト。エントリーモデルの中では高い方です。LED の部分駆動は非対応なので、黒の表現は上位モデルには及ばないものの、このクラスで採用しているメーカーは現状ないので仕方ないところです。総じて言うと、エントリークラスの中では上質なパネルを採用していると言えそうです。その他にはエントリーモデルながら地デジやネット動画などコンテンツに合わせて色や輝度を最適調整する AI 高画質処理や、動きの速い映像でバックライトの高速明滅による残像低減処理があります。さらにこのクラスでは採用の珍しい VRR にも対応しています。4K 入力時は
垂直解像度を半分にしてリフレッシュレートを倍の 120Hz にする機能 DLG も備えます。これはゲームをやられる方には嬉しいポイントではないでしょうか。 4K 映像、地デジ、ネット動画、ゲームなど一通り試してみて、映像に関してはやはり色が特に優れていると感じました。量子ドットなどの色表現が優れたモデルは他社でも赤の使い方を苦戦しているところが多く、肌色が少し赤っぽいなと感じるシーンも少なくないですが、今機は自然な描写で特に違和感がありませんでした。続いて便利機能3つほどご紹介します。1つ目は Google TV 搭載ということで、リモコンのホームボタンよりさまざまな動画配信サービスにアクセス。 Google プレイストアより好きなアプリをダウンロードすることができます。アプリはエンタメやスポーツなど多くあり、このようにボタン1つでアプリをインストール。メモリー容量は非公開ですが、試しに20個ほどアプリをインストールしたところ、特に動作も重くならず良好でした。2つ目は Chromecast 対応。 Android スマートフォンであればホーム画面まで映すことができますが、 iPhone の場合はキャスト対応のアプリまで。例えば iPhone の YouTube や Netflix アプリであれば、このようにテレビにキャストすることで大画面で楽しむことができます。大画面を楽しみながらスマホを操作するなんて使い方もありですね。3つ目はリモコン。 Bluetooth に対応しています。これにより電源ボタン以外はテレビに向けなくても操作ができ、操作がしやすいです。さらにリモコンの VOD ダイレクトボタンが10個あり、Netflix や Unext、YouTube など主要な動画配信サービスにワンプッシュでアクセスでき便利です。音声入力にも対応しています。リモコンの作りもプラスチックのペラペラな感じではなく、しっかりしている印象です。次に録画機能。地デジ、BSCS 放送、4K 放送とそれぞれチューナーを2個搭載しているので、番組を楽しみながら裏番組の録画まで対応。録画方法はこのように番組表の画面から行います。番組表の文字サイズの変更、サブチャンネルの非表示はできません。同時録画番組数も1番組までとなります。録画番組一覧は録画リストボタンからワンプッシュでアクセス可能。未視聴番組、ジャンル別に分けて見ることができます。番組再生にはオートチャプターがつきませんが、早送り、巻き戻しは32倍速まで対応。別アイコンで15秒の送り、戻しボタンもあります。オートチャプターがないので一気に飛ばすことはできませんが、ないならないでそこまで不便には感じませんでした。早見再生には非対応です。続いて背面端子。背面向かって左側にまとまってあります。上から HDMI 端子、続いて音声出力用の光デジタル端子、その下にはヘッドホン音声出力端子、市販の AV ケーブル用のビデオ入力端子、それから BSCS アンテナ入力、地デジ用のアンテナ入力端子があります。その下には HDMI 端子が2つあり、HDMI 端子は計3つ備えます。最後に通常録画用の USB 端子という構成です。USB 端子は1つしかないので、もし USB メモリを挿して動画や写真を再生したい場合は、その時だけ録画用のハードディスクを抜いて使うか、おすすめはしませんが、ハブを使うことになるでしょう。なお、LAN ケーブル用端子はここにありますが、無線接続にも対応しているので、使う機会は少ないでしょうか。注目すべきは HDMI 端子の数で、エントリーモデルながら3つ備えます。ゲームで使う 4K120p には非対応ですが、フル HD であれば 120p 入力にも対応する珍しい特徴があります。EARC には対応しているので、
音響の劣化なくサウンドバーを安心して接続することができるのは嬉しいポイントです。表示遅延は 4K60p 信号で 1.7 ミリ秒、フル HD であれば 60p で 2.1 ミリ秒、120p で 1.4 ミリ秒です。他社の上位モデルよりも優れているスペックで、ゲーミングモニターには一歩及びませんが、十分な性能と言えるでしょう。テレビを支える足はくの字型で、6センチほどテレビを持ち上げるシンプルな構成。本体も薄くコンパクトです。次に価格です。このサイズと機能で約9万円となります。インチ展開は43インチから85インチまで幅広く対応。他社のエントリーモデルと比較すると同等か少し安いといったところですが、量子ドット採用ということでお得感があります。またよくこの手の話題で上がるのが、画面サイズと画質どちらを取るかです。例えば55型のエントリーモデル機と43型や48型の高画質エンジンを積んだモデルが同価格帯だったとします。この場合、個人的には画面サイズの方をお勧めしています。物理的な画面の大きさはそのまま映像の迫力に直結するからです。強いてデメリットを挙げるとすれば、一度あの迫力を体験してしまうと二度と小さいサイズに戻れなくなってしまうことでしょうか。累計1万件以上の口コミに目を通してきていますが、画面サイズを大きくして満足している方は多くいらっしゃいますが、後悔した人をほぼ見かけたことがありません。各有シャチパンも43型から65型に変えた口ですが、迷ったら大型を選んだ方が幸せになれるでしょう。続いて気になった点です。2点ほどご紹介します。1点目は録画機能周りです。エントリーモデルなので仕方ないところですが、同時録画番組数が1番組ということで、録画をたくさんしたいという方は少し気になるところかもしれません。 TVer などの VOD と併用することで問題となるケースは少なくなるとは思います。また番組表が少し見づらく感じました。サブチャンネル非表示や文字の大きさを変える機能はなく、録画予約した番組もこのように動かすと読み込みのため録画アイコンが一瞬消えてしまうのも少し気になりました。また録画番組リストもジャンル別に加え、曜日別の分類ができればさらに録画番組を探しやすいなと感じました。いずれも慣れで解決できそうではあります。2点目は地デジの画質。これはシャチパンの見る目が厳しすぎる部分もあるかもしれませんが、色表現は良好なものの地デジ画質がややボケ気味なのが気になりました。地デジの画質はフル HD にも満たない低画質ですが、引き伸ばし処理をしてテレビに表示しています。この時のアップコンバート処理は海外にはないものですから、長年培った日本のメーカーほど凝ったものではないようです。ただし、もともとが 4K 画質である 4K 放送やゲーム画質に関しては差はないでしょう。最後に総評です。本モデルはコスパの優れる TCL の中でもお求めやすい価格帯で、この価格帯のモデルであれば色表現は他社をしのぐでしょう。その上 Google TV ということでさまざまな VOD コンテンツ対応、Chromecast 機能、HDMI 端子も3端子搭載と、テレビとしての基本機能はしっかり有しています。価格もお手頃感があり、大きいテレビを試してみたいという方、これから新生活を送るという方、セカンドテレビ、ゲーミングテレビをお探しの方など、広くおすすめできるかなと思います。逆に最高画質がいいって方、録画の利便性を求める方には残念ながら向きませんが、これからテレビを購入予定で本動画に魅力を感じた方はぜひ検討候補に加えてみてはいかがでしょうか。開けるよ。
大きい？